したらですね、一回こんな感じ、あぐらみたいな状態にして、右足を左、こっちに持っていきます。で、この両手でこの右足をお腹にグッとつけます。右のお尻伸びる感覚あれば OK です。なるべくピンと姿勢正すと、よりね、右のお尻伸びてきます。きつくてできないよって方は、この足、この辺でもいいです。右のお尻伸ばすことが目的です。伸びてればそれで OK です。頑張れる人は、なるべくこの足をお腹にぐーっとつけて、ピンと姿勢正すと、よりね、右のお尻伸びてきます。肩はこうやって力入んないように、意識して呼吸しましょう。OK。逆足いきます。左足を右、こっちに持ってきます。で、この足をしっかりお腹にギュッとつけます。なるべく姿勢正す。左のお尻伸びる感覚あれば OK です。きつくてできない方は、左足この辺でもいいです。左のお尻伸ばすことが目的です。で、お尻が硬くなっちゃう原因もほとんどの方使わなすぎですね。座りっぱなしとか、もしくは立ちっぱなしでも立ってるだけだとお尻って使わないので、例えば階段登るとか走ったりすればお尻使うんですけど、立ちっぱなしだけだとね、お尻使わないんで、ほとんどの方が使わなすぎでお尻硬くなってるので、しっかり伸ばしていきましょう。OK。そしたら、こんな感じ、体育座りみたいな体勢できますか？で、両手軽くグーにして、裏もも叩きましょう。裏もものマッサージです。この体勢きつかったらね、もうちょっと膝曲げて、こんな感じでもいいです。気持ちいいぐらいで裏もも叩きましょう。軽くグー作ってます。この時もね、肩があんまりこう力入らないように意識してください。呼吸は止めないで。どうでしょう、皆さんついてきてますか？もしきつかったらね、途中サボりやったりとか、再生速度調整できますので、再生速度早めたり遅めたりしながらやってみてください。OK です。そしたら次はですね、右足伸ばします。で、右足の方に向かって体を倒します。右の膝の裏もも伸びてれば OK です。右手で右のつま先掴めると良いですが、掴めない方はね、こんな感じで手を膝に添えておいて、右の膝の裏もも伸びてれば、それでも十分 OK です。呼吸は止めないようにしましょう。どうでしょう、伸びてますか？裏もも。頑張れる方はね、ちょっとずつ反動をつけながらでいいので、前に進んでいけると良いと思います。OK、逆いきます。次、左足伸ばします。で、左足の方に向かって体を倒していきます。左の裏もも、膝の裏伸びてれば OK です。ふくらはぎ硬い人はね、ふくらはぎ伸びる感じもすると思います。掴める人は手でつま先掴む。掴めない人はね、こうやって膝に添えて膝が曲がらないようにしましょう。結構ね、質問で、ストレッチ毎日やらなきゃいけないですかって言われるんですけど、もう理想はね、朝昼晩3回、毎日やるっていうのが理想なんですけど、無理ですよね。僕もね、ズボラなんでそんなできないです。なんで、最低限は、週に1回だけでもね、ズボラストレッチの動画1個でもやってれば、それで十分だと思います。それでも十分習慣化になりますので、ぜひね、ゆるーく習慣化して、ズボラにやっていきましょう。OK。そしたら次、もう一回右足伸ばします。で、なるべく開く。股関節開いた状態で体真正面に倒します。で、この状態でつま先を前に倒す、真上向ける、前に倒す、真上向ける。もう股関節付け根から動かすイメージです。倒す、真上向ける。呼吸は止めないようにしましょう。内もも伸びてる感覚あれば OK です。余裕ある人はどんどん体ね、前に倒していきましょう。呼吸だけ止めないようにしましょう。しっかり真上向ける。OK、逆足いきます。左足伸ばして、なるべく股関節開いた状態で、体は正面に倒していきます。つま先前に倒す、真上向ける。つま先前に倒す、真上向ける。これ繰り返していきましょう。で、内ももこれ内転筋って言うんですけど、何種類かあってですね、薄い筋肉って書いて白筋っていう筋肉があるんですけど、それだけね、膝またいでるので、その筋肉が硬い人、この膝付近がね、ピリピリってする可能性があります。なんでこの膝付近がピリピリ痛いよって人は、その痛いところをね、手でさすってあげたり、マッサージしたりすると、だいぶそのピリピリ消えると思いますので、試してみてください。
よし、OK。そしたら、あぐらでも正座でも長座でも大丈夫です。楽に座ったら、右手、右肘を床について、左手万歳します。誰かにこの左手を引っ張れてるイメージで、向こうにぐーっと左手を伸ばすと、左の脇の下、脇腹ぐらいまで伸びてくると思います。で、この時に反対のこっちのお尻、浮いちゃダメなのっていう質問いただくんですが、浮いても OK です。目的は左の脇腹、脇の下、脇腹を伸ばすことです。多少お尻が浮いても OK。あぐらできない人は正座でやってもいいし、長座でやってもいいです。よし、OK。逆いきます。左手、左肘床について、右手万歳します。この指先を誰かに引っ張られてるイメージで、向こうにぐーっと伸ばすとね、脇腹、脇の下伸びてくると思います。で、真横に倒したりとか、ちょっと斜め前に倒したりして、自分が、この角度伸びるなーって位置を探してみましょう。どの角度が正解とかいうのはなくて、一番伸びる角度がね、硬い角度なので、そこを重点的にやってあげると良いと思います。呼吸止めないようにしましょう。きつかったらね、各種目最後の10秒サボったりとか、再生速度早めたり遅めたりして、自分でやりやすいようにね、調整しながらやりましょう。OK。そしたら、一度こんな感じで体育座りしましょう。体育座りの状態で、左足を右足に、こんな感じで乗せます。で、なるべく胸に左足を近づける。こんな体勢作ります。左のお尻、ストレッチします。手は床について OK です。なるべくピンとしてからしましょう。きつくてできないよーって人は、一回足伸ばして、この状態で、左足を右足に乗せて、これぐらいでも全然 OK です。お尻、この辺伸びてれば OK です。頑張れる人はなるべく左足をお腹に近づけてピンと姿勢を正す。呼吸止めないようにしましょう。OK です。逆足行きましょう。右足を左足に乗せます。で、なるべく右足を胸に近づけます。なるべくピンとして垂らすと右のお尻伸びてくると思います。どうでしょう、伸びる感覚ありますか？呼吸止めないようにしましょう。きつい人は一回足伸ばして、この状態で右足乗せて、これぐらい、これでもね、十分です。右のお尻伸びてればそれで正解です。どうしてもね、周りの人と比べたりしちゃう方が多いんですけど、別にね、自分のためにやってることなんで、誰かがどうだからっていうのは関係ないです。少しずつでもね、柔らかくなるのを実感していただければと思います。よし、OK。そしたらですね、もう一回前屈やってみましょう。足伸ばして前に倒れます。さっき僕は指先がつま先つくのギリギリだったんですが、だいぶ余裕ができました。皆さんはどうでしょう？変化実感できてますか？呼吸は止めないようにして、どんどんね、反動つけながらでいいので、前に倒れましょう。多少膝曲がってもいいです。呼吸止めないで。ちょっとでもね、ビフォーアフターの変化が実感できると、すごく嬉しいです。頑張って頑張って。呼吸は止めないで。よし、OK。そしたら次、お尻の柔軟性チェックです。こんな感じで、右足ちょっと前に出して、体真正面に倒します。おでこが床につくのが理想です。僕はつかなかったのが、ギリギリつくようになりました。皆さんどうでしょう？変化出てますか？最低でも肘が床につくぐらいまでいければいいと思います。いまいち伸びない方はね、右足もうちょい前に出したり、手前に引いたりとか、体をもっと前倒したりとか、左斜め前に倒したりとか、いろんな方向で試してみてください。右のお尻、外もものストレッチと柔軟性チェックを兼ねてます。おでこがね、床につくようになった方はぜひコメントでね、変化出たよって教えてもらえるとすごく助かります。OK。逆行きましょう。左足、前に出して、このまま体真正面に倒していきます。左の、お尻、外もも伸びてれば OK です。おでこが床につくのが理想ですが、僕はちょっと左右下がって左側つきません。先ほどもお伝えした通り、つかない方はね、ちょっと長めにやってあげるといいと思います。一回動画を止めて長めにやってもいいし、ちょっとね、硬いところだけ動画の再生速度を遅くして長めにやってもいいです。なので最初に比べてこのお尻柔らかくなって前に倒れやすくなった感じするんじゃないでしょうか。よし。
オッケー。そしたら、右足を伸ばします。で、左手で右のつま先、触れるかどうかやってみましょう。僕ギリギリ触れました。もともとつかなかったのがつくようになりました。皆さんどうでしょうか？あんまり無理しないでくださいね。反動をつけながらでいいので。呼吸を止められるようにしましょう。この裏もも、膝の裏伸びれば OK です。もしくはね、すごい硬い方は1回で変化出ないかもしれません。ただね、2回3回と習慣化して、続けていくと絶対変化出るのでね、一緒に頑張っていきましょう。OK。逆いきます。左足を伸ばして、右手で左のつま先触りに行きます。どうでしょう？触れますか？呼吸は止めないようにしましょう。僕やっぱり左右触ってこっちだけつかないですね。例えば硬い方向を覚えておけば、普段ね、ふとした時にテレビ見ながらチラッとやってあげたりしてもすごいいいと思います。で、この左右差、さっきも伝えたようにすごい気にしちゃう方いるんですけど、人間なのでね、左右差って当たり前です。そんなに気にしなくていいと思います。よし、OK。そしたら最後、もう一回開脚しておしまいにしましょう。開けるとこまで開いて、ゆっくり体正面に倒しましょう。理想は120度開いて、おでこが床につくこと。最低でも90度ぐらい開いて、肘が床につくぐらいまで行きたいですけど、僕もちょっとできないです。ただだいぶね、前に倒れやすくなりました。で、ズボラストレッチはこんな感じで1回でね、基本的に変化出るようになってますので、太もももお腹も気になる方はね、メジャーでビフォーアフター計測してあげたりすると、1回で変化分かったりするので、メジャー持ってる方はね、ぜひ次からメジャー使って、ビフォーアフター計測してみてください。で、これで全然物足りないよって方もいると思うので、概要欄に追加のストレッチ貼っておきますので、ぜひこれも続けてやってみてください。あとは LINE アット、インスタ、Twitter、ボイシーやってますので、それも全部概要欄貼っておきます。ぜひ、フォローお願いします。OK です。お疲れ様でした。うつ伏せに寝て、スマホは顔の前に置いておきましょう。耳の横に両手をついて、ぐっと上半身を起こします。腹筋のストレッチです。しっかり肘を伸ばしきることで腹筋が伸びてきます。腰が痛い人はこんな感じ。肘をついたままちょっとね、顎を上に持ち上げるだけでも腹筋が伸びてきます。まず腹筋をしっかり伸ばしてから、それから腹筋を使うエクササイズを行います。これでね、腹筋の効果が倍増しますので、最後まで一緒に頑張りましょう。呼吸は止めないようにしましょう。OK。そしたら、こんな感じで肘をついた状態でお腹だけ浮かせます。膝はついてます。つま先は立てておきます。膝つきプランクです。なるべく腰をぐーっと丸めることで腹筋を使います。もしもね、肩がきついって方は、この肘つく位置をちょっとね、自分の体に近い方に肘つくと、肘は楽になると思います。しっかり腰丸めて腹筋意識して使って、きつい。腹筋意識して使って頑張って。よし、OK。次は左のお腹の前面、ここ伸ばします。左足を右、こんな感じで持っていきます。ここが伸びれば OK です。つま先をなるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすと、左のお腹より伸びてきます。呼吸はね、止めないようにしましょう。腰、肩痛い方、痛みない範囲で OK です。左のお腹、ここが伸びてれば OK です。こんな感じでちゃんとストレッチとか休憩がね、間に入ってますので安心してください。OK。じゃあ次逆側いきます。右足を左こっちに持っていきます。右のお腹の前面をストレッチしてます。つま先をなるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすと、より右のお腹が伸びてきます。呼吸は止めないようにして、肩腰痛い方、痛みない範囲で OK です。右のお腹伸びてますか？もしね、伸びないよとか減り方わかんないよって場合は、コメントでお気軽に質問してください。呼吸しっかり止めないで。OK。そしたら次は四つん這い。こんな感じで四つん這いになります。
で、片足ずつぐっと上げる。しっかり足を高く上げることで腹筋を使います。前ももをお腹に近づけるイメージ。なるべく腰を丸めておいた方が腹筋に効いてきます。頑張って。音立てても平気な人はこうやって飛んでもいいですが、なかなかね、音立てれないと思うので、こんな感じで片足ずつゆっくり上げれば十分腹筋に効いてきます。頑張って。手がきつかったらちょっと手前に手をついたりすると楽になると思います。 OK。 そしたら手を耳の横につきます。そのまま上半身ぐっと起こします。もう一回腹筋のストレッチです。腹筋伸びてますか？余裕あったらちょっとね、ぐーっと顎持ち上げるとより伸びます。腰が痛かったら肘ついちゃって OK です。この次の種目から上向きになります。スマホはね、手に持たないでどっかに立てかけておくとやりやすいです。手をね、両手を使う種目があるので、スマホはどっかに立てかけておきましょう。よし、OK。これで上向きになりましょう。そしたら、膝曲げたままぐっと足持ち上げます。腹筋使ってお尻を浮かせる。呼吸は止めないようにしましょう。この時、手はね、どこでも OK です。こうやって後頭部に手を当てておいてもいいです。しっかり腹筋、下っ腹意識して、お尻が上がるぐらいまで持ち上げましょう。頑張って。呼吸を止めないで。きつい。ラスト1回。よし、OK。4月1日から無料のメールマガジン毎日配信します。なぜやるかというと、ズボラストレッチを頑張ってくれるズボラーの皆さんが120万人を突破して、どんどん毎日質問、悩み相談が DM、コメントできます。もうすべてに個別で答えたいんですけど、もう物理的に無理なんですね。なので、メールマガジンを使って皆さんの質問に回答したりとか、こんなことやったらどうって僕から提案したりとか、皆さんがズボラストレッチやダイエットをもっと気軽に楽に継続するために必要なマインドとか、必要なメンタル、考え方、あとはズボラストレッチのおすすめのメニューとかを無料のメルマガで配信していこうと思ってます。まだ無料のメルマガ登録しない方は概要欄から登録していただくと、登録時のプレゼントとして僕が2ヶ月で8キロ痩せた方法やその他特典がついてきます。すべて無料で受け取れます。そしたら膝は曲げたまま後頭部で手を組みます。手でまず頭をぐっと持ち上げちゃいましょう。その状態から腹筋です。起き上がる。ちょっと肩甲骨がね、床から浮くぐらいで十分腹筋に効きます。首が痛い方はちゃんと手で頭を持ち上げた状態からスタートしましょう。首の力で起き上がろうとすると首が痛くなります。呼吸を止めないで頑張って腹筋意識して、きつかったらサボっても OK。 頑張って頑張って頑張って、よし OK。 次は膝曲げたままドローインしていきます。鼻から息吸って限界までお腹膨らませましょう。お腹を限界まで膨らませる。もう膨らまないよーってとこまで膨らましたらゆっくり吐いて、吐いて吐いて吐いて、しっかり息を吐きながらお腹をへこませるとお腹硬くなるのがわかると思います。よし、もう一回深呼吸。ゆっくり吐いて、吐いて吐いて吐いて、深呼吸は自分のペースでいいですよ。吐き切ってお腹硬くして、よし OK。 そしたら膝曲げたままで右手で右のかかとタッチ、左手で左かかとタッチ、これ繰り返していきましょう。きつい人はこんな感じでふくらはぎ、すねのあたりタッチでも OK です。余裕がある人はちゃんとかかとタッチ、頑張って。もしも首がきつい方はこうやって手で首持ち上げて、それでこうやってね、左右に振ってもいいです。首が痛い方は無理しないでください。頑張って腹筋意識して、きついきつい、頑張って、あと少し。OK。 そしたら次休憩ストレッチ。左足を右こっちにねじります。この腰ねじった状態で深呼吸しましょう。お尻、腰、背中にかけて伸びてればそれで OK です。もしね、この動画ペースが速すぎる、もしくは遅すぎるあれば再生速度を自由に調整してみてください。
再生速度のね、変え方わからない方は、概要欄に再生速度の変え方、リンクを貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。よし、OK。じゃあ逆ねじります。右足を左、こっちにねじります。この状態で深呼吸しましょう。お尻、腰、背中が伸びてれば OK です。結局ね、腹筋ってついついこう鍛えることばっかりに目が行きがちなんですけど、腹筋って鍛えてばっかで硬くなると、どんどんこう腰が丸くなって猫背になっちゃうんですね。腹筋が硬くなると。もうボディビルダーみたいにこういう猫背になっちゃうから、ちゃんとね、こうやって腹筋とか腰回りのストレッチも行いながら、並行して腹筋を使うトレーニングをね、してあげるのが大切です。OK。そしたら次は、両手を後頭部で組んで、手で頭をぐっと持ち上げます。で、足も浮かせて、右肘で左膝タッチ。左肘で右膝タッチ。こう、クロス、ねじるイメージです。しっかり腹筋意識して、肘で膝タッチ。頑張って。頑張って。きつかったらサボって OK。しっかりねじって、腹筋意識して、首痛い方、ちゃんと手で首を持ち上げて、クロスして頑張って頑張って。呼吸を止めない。頑張って。きつい。あと少し。もうちょっと頑張って。きつい。あと少し5秒。きつい。頑張って。あと少し呼吸止めない。よし、OK。きつい。休憩ストレッチです。膝伸ばして肩幅より広めに開いたら、つま先を内、外にねじります。しっかり股関節からね、内、外にねじる。もしもね、全然物足んないよって方は、この時もね、ドローイン、しっかり腹筋に力入れて、腹筋硬くしたまま休憩すると、よりきつくなります。ただあくまで休憩なので、僕はそんなに頑張らなくてもいいんじゃないかなと思ってます。しっかり内、外、ねじる。OK。そしたら次は、皆さん大好きな自転車漕ぎいきます。大きく円を描く。なるべくお尻を持ち上げておきましょう。頑張って頑張って。うわ、きつい。しっかりお腹意識して、大きく円を描く。余裕があったらペースアップ。もうちょっとペースアップ。頑張って。きつい。腹筋ちゃんと使えてますか？余裕があったら上半身ちょっとこうやって起こしておくと、より腹筋に効きます。きついきついきつい。腹筋意識して頑張って。お尻はなるべく上げておいて。OK。よく頑張りました。そしたら、膝立てたまま、足は肩幅ぐらいに広げて、左右に振っていきます。休憩ストレッチです。なるべくね、普段動かさない範囲まで動かしたいから、しっかり膝倒す。しっかり膝倒す。物足りない方は腹筋にずっと力入れておいてもいいですよ。腹筋ね、硬くしたままこれやると結構きついです。この次の種目はズボラ腹筋という種目をやります。昔はね、よくやってたんですけど、最近動画の中でやってないので、初めての方もいると思うんですが、ズボラ腹筋一緒にやっていきましょう。両手で膝を抱えます。このまま反動つけて起き上がる。これだけ。しっかり腹筋を使って起き上がるイメージ。呼吸はね、止めないようにしましょう。ちゃんと腹筋使えてますか？きつい。きつかったらサボっても OK。もしくはね、再生速度調整してもいいです。自分の頑張れる範囲でやりましょう。もしきつくてね、頭痛くなったり気持ち悪くなったりした方は、すぐに動画止めて休憩しましょう。無理せず自分のペースやりましょう。よし、 OK。 よし、次は右股関節大きく外回ししてきます。大きく外回し。あんまりね、普段腹筋の種目入れないので、結構皆さんもきついんじゃないかなと思います。これゆっくり大きく外回しです。ゴリゴリ音が鳴る方、痛みがなければそのまま大きく回しちゃって大丈夫です。痛みがある方はゆっくり小さく、痛みがない範囲で股関節をね、外回ししてあげましょう。なるべく高く上げる。しっかり高く上げると腹筋にも効いてきます。 OK。 左足いきましょう。こちらも大きく外回し。大きく外回し。
以前にね、1回だけ質問でもらったんですけど、こういう腹筋、トレーニングみたいなことすると、腹筋バキバキに割れちゃうんじゃないかとか、なんか逆にね、腹筋の筋肉がついて、お腹が太くなっちゃうんじゃないか、ウエストが細くなっちゃうんじゃないかって質問をいただいたんですけど、物理的にかなり難しいです。理屈的にもちろんそうなっちゃう可能性もあるんですけど、腹筋割れるって本当体脂肪率1桁とかなので、そこまで痩せてる方はそうかもしれないですけど、一般的に腹筋割れないですし、ウエスト太くならないので大丈夫です。OK。そしたら次はですね、このまま交互に足を上げる。上げる。腹筋しっかり意識して、もしきつかったらこうやって足つけた状態からこれでももちろん OK。 しっかり足高く上げると腹筋に効いてきます。きつい、頑張れる人はこうやって上げてない方のね足をしっかり伸ばしきるとよりきつくなります。腰が痛い方は無理しないで頑張って。よし OK。じゃあさっきも行った腹筋もう一回いきますよ。後頭部に手を組んで頭をぐっと持ち上げます。このまま腹筋30秒頑張りましょう。起き上がるときに息を吐き切る。首痛い方ちゃんと手で首を持ち上げた状態からスタート。それでもね、首腰痛い方無理しないで、痛みない範囲で OK。あと1回 OK。 そしたら次ドローインやっていきましょう。膝曲げたまま大きく深呼吸。限界までお腹膨らませて、お腹を膨らませたらゆっくり吐いて、吐いて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 、吐き切ってお腹硬くして、よしもう一回吸って、ゆっくり吐いて、吐いて吐いて、お腹硬くなるまで吐いて、もう吐けないってところで吐いて、OK。 次足パカ膝曲げたままやっていきましょう。こんな感じですね。膝曲げたまま足パカ、お尻を持ち上げておくことで腹筋にも効いてきます。腰が痛かったらお尻の下に手を入れても OK。 限界まで開いてしっかり閉じ切る。腹筋はずっと力入れておく。なるべくお尻持ち上げといて、しっかり閉じ切ると内ももつけ根に効きます。きつい。あと少し。これ終わったらもう一回うつ伏せになります。頑張ってしっかりラスト1回閉じ切る。 OK。 うつ伏せになりましょう。では腹筋のストレッチやっていきます。手を耳の横について上半身をぐっと反らせます。腹筋が伸びれば OK です。腰が痛い方、こんな感じで肘ついても大丈夫です。腹筋をねたくさん使ったんでしっかりこうやって伸ばしましょう。最初よりもね腹筋の伸び感が強いんじゃないかなと思ってます。たくさん使って縮めた証拠ですね。腰が痛くない範囲でぐーっと反らせるとより効いてきます。きつい。 OK。 そしたら次肘を肩の真下ぐらいについて、今度は膝つかないでプランクやりましょう。なるべく腰を丸めておく。腹筋力入れて、腹筋効いてますか？余裕があったらこんな感じで足つけても OK。 でもしきつかったらこうやって膝ついても OK。 腹筋が使えてればいいです。それでもどうしてもきつかったら最後10秒もちろんサボって大丈夫です。無理しないで。腰が痛い人とかは特に無理しないで。しっかり腹筋意識して OK。 ではお腹の前面伸ばします。左足右に持ってきてここ伸ばします。左のお腹前面伸びてれば OK です。なるべくつま先遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。伸びますかお腹が。いやーでもねここまで頑張った方結構すごいですよ。データで見ると分かるんですけど、ズボラストレッチみんながみんなね完走してるわけじゃないから、こうやって最後まで完走してる時点でねもうちょっとねズボラじゃなくてかなり真面目な方の部類に
入るんじゃないかなと思います。よし、OK。次、逆行きましょう。右足を左にこっちに持ってきて、右のお腹の前面しっかり伸ばしていきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。しかし皆さん本当にここまでよく頑張りました。これでもね、もし物足りないよって方は概要欄にお腹痩せの動画追加で貼っておきます。あとね、サブチャンネルとかズボラストレッチの教科書、Twitter、インスタも概要欄あるので、ぜひお時間ある方見てみてください。呼吸止めないで最後まで。よし、OK。ここまでよく頑張りました。まずは、うつ伏せに寝ましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。左のかかとをお尻に近づけます。左手で骨盤の下、ここに手を入れてみましょう。床と骨盤の隙間に手が入る方、骨盤が歪んでいる証拠です。あともう一つ見てほしいことは、かかとがお尻につくかです。理想は手を使わずにかかとがお尻につくこと。で、左手を使って、こうやって手でサポートすれば、かかとがお尻につく。これはなんとか最低ラインクリアというイメージです。で、手を使ってもかかとがお尻につかない人はかなりやばいと思ってください。では反対足もやっていきます。では右足のかかとをお尻に近づけましょう。右手でこの骨盤の下に手を入れてみて、骨盤と床の隙間ある方は骨盤歪んでいる証拠です。で、もう一つ見てほしいのは、かかとがお尻につくかどうかです。理想は手を使わずにかかとがお尻につくこと。で、手を使ってかかとがお尻につけば、最低ラインはクリアというイメージです。で、手を使ってもかかとがお尻につかない人はかなりやばいです。ビフォーアフターで1回で変化出ますので楽しみにしててください。一緒に頑張りましょう。じゃあ、うつ伏せのまま1種目目やっていきます。かかとをお尻に近づける。こんなイメージです。かかとがお尻につかなくてもいいので、できる限り近づけましょう。で、急いでやるってよりも、ゆっくりでいいので、かかとをお尻に近づけるように、ギュッ、ギュッと力入れましょう。こう、裏ももとお尻の境目あたりにこうやって手を添えて、あ、この筋肉使ってるなーって感覚があれば、それで OK です。呼吸は止めないようにしましょう。で、この次の種目から上向きになりますので、スマホを持って上向きになる準備しておきましょう。枕ある方は枕を入れるといいと思います。OK、上向きになります。スマホは手に持っておきましょう。じゃあ、右足を大きく外回ししていきます。時計回りと反対、反時計回りに大きく足を回します。早くやることが目的ではないです。普段動かさない範囲でゆっくり大きく回していきましょう。股関節がゴリゴリなるよって方は、痛みがなければそのまま大きく回して大丈夫です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みがない範囲で回していきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。スピードよりも普段動かさない範囲で大きく動かすことが目的です。 OK で、次左足やっていきます。こっちは時計回りですね。時計回り、内から外に向けて回してます。こっちも同じです。ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければね、大きく回して大丈夫です。呼吸止めないようにしましょう。で、冒頭でお伝えした2日でマイナス6センチ痩せた人、その人がね、どの動画やってたのかは概要欄貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。呼吸止めないようにしましょう。皆さんもね、やればちゃんと成果出ますので、最後までね、ぜひ完走して1回で変化実感してみましょう。OK。